でなんでこれが面白いかというと、これ相当不自然なものでも止まっちゃう、そういうのをやりたいと思ったんですね。それで、たまたまうちにある2メートル以上のこの炉端の自在鍵というもの、それをこれに止めると。そこからこれを生かしながら、自在鍵の面白さを見せながら、作品を作ってみようと思うんですね。まずこれをつけます。やってみるといつでも自分のが他の人よりも面白いいいものができるなって思い始めちゃったんですね。はい、こう生け花のグループがあるといつも自分がこう目立つ作品になるので、そういう点で生け花って面白いなって思い始めたんですね。あとは私が生け花を始めた当時っていうのは、生け花の最も人気のある時代だったですから、生け花を仕事にするといわば一攫千金になる、そういう可能性がいっぱいあった時代だったんですね。生け花黄金時代っていうのは私の20代の頃っていうのはそういうもんだったんですね。だからこう頑張ると、素晴らしい人生があるに違いないというふうに20代の頃はそう思う時代だったですね。それが30代になるとこう生け花の時代に陰りができて、だんだんとゆっくりと世の中は生け花から離れていった。だけどそれでもやっぱりその生け花の魅力っていうのはそれで減るわけじゃないですから、人気がなくなったら生け花は人気がなくなっちゃうかというそういうもんじゃなくて、やっぱり生け花には景気不景気と違って魔力があるわけですね。それで、その世界から離れなくなっていったというわけですね。ストーリーとしては、
居酒屋の復活、なんか生け花が綺麗だなとか、そういうよりも何か、何らかの大きな刺激、何か特別な新しい考え方をきっかけに与えるようなショックがあれば、生け花として自分は成功したというふうに思うので、とても綺麗でこの場所にぴったりの作品だっていう作品ではないですね。それを見て何かものの考え方を新しい見方を暗示してくれるような、そういうものを作りたいと思いますね。だから展覧会の生け花の展覧会というのはいっぱいありますけども、そこで一番端正で完成力があって、美しいのもそれはいいけども、自分の教えてる人たちがそういうのはやるのは大変いいと思いますけども、私は生け花の展覧会なんかであったらばやっぱり、なんか刺激的なとても変な作品をやるのが自分の使命みたいなものがありますね。この本日の作品はいろいろな点で変な作品で、具体的に言えば例えば何点の枝がみんな裏側で刺してあるんですね。本当ならば表を向けて、葉っぱの、一番標準のいい姿を見せるべきところ、裏側で無造作に、押し込められて立ててありますね。でもそういうことによって無造作に、飲み屋のおじさんが扱うような植物の枝の扱い方、生け花の素養がない人の生け方でやっていますね。でも本当はそんな生け花の
修練した技がいつだってその人を感心させる作品になるとは思わないです。もっと無造作な、生け花の知識のない、やり方の方が時によってはこう印象的な強い生け花作品になりうると思うんですね。で今日のはその生け花の技術とかよりもむしろ日常のおじさんの手業で、暴力のようなやり方でそういう生け花もあるのじゃないかと。いや人生においてこのいろんなストレスとか怒りとかいっぱいありますね。それをほとんどそれを作品に込めてそれをこう入れて、表現してそれができたことが自分の健康にもなったし、いい人生だったなという感じがありますね。そうするとなんだかもう終わったみたいなもんだけども、まだまだその、生涯、悪態をついて、何かやっていきたいと思いますね。許せないこととか戦うべきこととかそういうものを作品の中に込めて、大砲のように、ズドンと世の中に、それを爆発させていきたいと思いますね。なんかそれを見て自分もなんか勇気をもらうことができればいいし、そういう気持ちで作品がするのも生け花だっていうふうに思って、楽しめる人ができれば、それでいいと思いますね。大体、できてきましたところでこれを性分だな。性分なの？ああ、そう、ずっと戦わなきゃならないんだっていうそういう感じ。その政治と戦うよりも現在の
世の中とか空気とかそれと戦っていくそういうものが生け花もそうであっていいんじゃないかなと。ただそれがそういう戦い方っていうのが自分の商業的にはあんまり、効果的じゃなくてお金が入らない、だからまあますます戦わなきゃいけないなでもそういう気に食わないとかいろいろなことに対してそれを前衛舞踏などはそれをその怒りを前衛舞踏にしていったわけだけども生け花も戦ってきたわけ。私がやってきたような仕事っていうのはまあ前衛舞踏的な戦いだな。それで、大体出来上がって、またやってますの看板が出来上がりました。まあ普通の生け花と違ってちょっとお笑いの生け花自分の心身にいいんだよ。だからいろんな病気とかなんかいろいろ病気のための病気になってくるストレスとかそういうものがこの制作によって弾丸のような爆弾のような悪態を固めて作ってそれを出していくことで体に心にそしてそれを見た人は体が治ったかもしれない。